ス、11ハウス、12ハウスが大事ですせということなんですが、こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さて、5月の17日5時1分お牛座の新月がやってきます。この日は10時2分から11時23分まではボイドタイムなので、この時間を避けてぜひ新月の祈りをしましょう。お牛座の新月付近に始めたことは持続しやすいという特徴がありますし、通常お牛座の新月はとてもゆったりとした穏やかなエネルギーなんですが、今回はかなり強い願望実現の力が働いていますから、新月の祈りにおすすめでございます。特に持続することが苦手な人にとってはチャンスですし、お牛座の得意分野といえば満ち足りた人生、ここに近づくチャンスポイントでもあります。それから今回は太陽と月、水星、天王星、そしてセレスという小惑星が重なっている新月です。さらに金星と火星も調和をしていますから、幸せな人生にスポットライトが当たっていると言っていいと思います。特に水星が絡む新月はスピーディーに物事が運んでいきます。つまりお牛座らしくなく、結構スピードが速いよということでもあります。ただし火星とカイロンが重なっているという点は注意しなければいけませんので、アスペクトの方も出しておりますので、もう少し詳しく見ていきたいと思います。最後までぜひご覧ください。で、今回水星と重なるので、まず言語化しやすいという特徴があるんです。それからトランスサタニアン、冥王星、海王星、天王星ですね。今回もミニ三角形を作っています。これは今年の特徴でもありますね。ですから改革への流れは早く、そしてそれを言葉として表現しやすい時とも言えます。そして今言ったように火星とカイロンが絡んでいるということは、過去の傷は浮上していくということです。ですので、お牛座っていうのは比較的感情を抑えて、冷静にゆったりとドーンと構えることが得意なんですが、今回の新月はより強い感情的なエネルギーが働くんじゃないかと思います。それから新月は天王星に近いということもあって、それから木星とセクスタイルですね。これは幸運のアスペクトと言っていいと思います。突破口を開いていくエネルギー、水星も関わってますから非常に強いですから、今までなかなか動かなかったものが動き出す力も強いと取っていいと思います。で、今回ですね、サビアンシンボルはスペイン人の伊達男がセレナーデを恋人に歌うというロマンティックな場所になっておりますが、これはね、内側にある情熱とか感情とか欲望を外に何らかの、自分の得意な能力を使ってアウトプットするという、そういう表現力に富んだ、そういう力の強い場所で新月が起こってますよということでもありますから、やはり表現していくというのはこのお牛座の新月でとても大事かと思います。で、新月図ですからアセンダントも結構大事ですね。アセンダントは双子座です。それから MC、ね、一番上の10ハウスの入り口は冥王星じゃなくて水亀座となっております。で、太陽も、新月も冥王星の支配星である天王星と近いということですから、社会的な使命の場所ですよね、そこは。として自分のユニークさ、個性を発揮しやすい時ですよということですし、その目的での発言や発信もとても有効に働くと取っていいですね。で、見ていただいて分かるようにぐじゅぐじゅぐじゅっと12ハウスというところに新月もありますし、重なっております。12ハウスのお牛座にはセレナ、水星、天王星、太陽、月ですね。これがコンジャンクション。
まさにここが今回の牡牛座新月図の中心のエネルギーですが、土のサインである牡牛座の太陽と月は物質的な豊かさや安定、五感を満足させたり満たすことに焦点を当てるんですが、通常はこれが12ハウスという真逆の目に見える成功よりも魂レベルでの充足感とか内面、精神世界、あるいは潜在意識の中にある真の喜びや価値、求めているものに気づくという場所で起こるというのも特徴です。で、彗星もここにあるということですから、直感、スピリチャリティ、スピリチャルなインスピレーションを論理的に理解しようとする知性も働きます。そして本当の豊かさとは、牡牛座のエリアである見える世界の持ち物やステータスとしての豊かさとは、本当は12ハウスという見えない世界、エネルギーの調和、エネルギーが高いこと、周波数を上げていくことに関係してるんじゃないのという問いかけがここにある。そういう新月ということですね。そして双子座の天王星は内面的な意識を根本的に自由な発想を持って新しい考え方に変えていくような目覚めを促していますから、ここでハッと気がついて今まで取り組んでいたこの方向性を少し変えるとか、もっと内面なんだなとかいう気づきはどんどんいろんなところで起こっていくかもしれません。で、この12ハウスは今言ったように見えない世界、スピリチャリティ、それから手放し、潜在意識、魂のジャーニーの場所なんですが、ここには新月連合だけではなくて、先ほども言ったお羊座のペルセポネ、カイロン、火星がコンジャンクションしています。お羊座の火星っていうのは不屈の精神、新しいチャレンジへのエネルギー、も戦う気満々なんですが、これも12ハウスに起こっているので、その力は外に向けて自分の正しさの証明というよりは、内面的な精神的な探求をしたいっていう情熱の方に向かいます。で、カイロンとペルセポネが重なっているということは、そのことによって魂の奥底にある傷は一旦浮上させますが、古い自分からの新しい生まれ変わり、ペルセポネっていうのは一人の少女が女王になったというエネルギーを含んでいる小惑星なんですね。だから昨日まで主婦しかやってこなかったんだけど、なんか一晩にして私は社会的な使命を担う立場になっちゃったみたいな、そういう変容を遂げる力なんです。傷と向き合って精神的な成長に取り組むことにより、人生が大きく女王としての役割へと変容していく可能性というものを示しているということです。なので、内面的な成長っていうものを目標にするといい新月、これを新月の祈りに入れるのが一番宇宙の意図に合っているのではないかと思います。さらにですね、これが素晴らしいなと思うんですが、この今言った火星連合は2ハウスにある金星とセクスタイルをとってるんですね。セクスタイルって本当に素晴らしいアスペクトなんです。よくトラインが一番いいと思ってる方多いんですけど、私はいつも言うんですけども、セクスタイル推しです。セクスタイル最高。トラインは知らない間に起こるラッキーみたいなものなので、実はそんなに達成感ってないんですよ。でもセクスタイルはあなたが気づいて、あなたが傷と向き合ったり、あなたが努力したり学んだりしたことが報われていくっていう、どっちが皆さん好きですかって、私こっちの方が好きなんですよ。なんか宝くじが当たるよりも自分が一生懸命やったプロジェクトが認められて、その恩恵を受け取るっていう方が、何もしないで受け取るものよりも喜びを感じる。これがセクスタイルですね。なのでその金星とカイロンがセクスタイルしているということは、愛、豊かさを引き寄せる力と火星の行動力や癒しの力がスムーズに連携していて、そこに傷さえも絡んでいるし、ペルセポネの影響もある。つまりね、自分の過去の傷と向き合って、そしてそこから傷を癒して変容してきた。
みんなかつてはこんなことができない、ネガティブでいた、ポジティブ思考になれなかった、人を責めてばかりいた、いつも落ち込んでた、いろんな昔の自分がいると思うんですけど、そこの傷と向き合って変容して解決してきたというあなたの内面的な成長の経験がそのまま今誰かの役に立ったり、誰かの癒しになったり、誰かの新しい行動のモチベーションにつながったりするよということなんです。だからその過去をね、勲章みたいにしていただきたいなと思います。傷ついてきたあなただからこそ、失敗してきたあなただからこそ、誰かの光になれるよっていうことを教えてくれる牡牛座の新月ですね。ただこの金星ベスタとはスクエアを取ってるので、自分の楽しみ、楽して楽しくやりたいっていう気持ちと、聖なる使命、役割としてやらなきゃいけないこと、こういうのは葛藤が生じますが、なんかどちらかを取るというのを今宇宙は推奨していないわけです。どうしてどっちも大事だって思えないのって聞いてくる感じですね。どっちかを取っちゃうと多分後悔するんだと思うんですよ。だからやっぱりどちらも求めるというのが正解なのかもしれませんね。それから火星回廊ペルセポネのコンジャンクション、これがもう今回の満月の、もう一つのねテーマですけれども、このコンジャンクションはエコーとスクエア、エロスとトラインをしてます。これはなんかね、情熱的すぎてアグレッシブな、もう私が社会を変えるんだ、一人で突っ走るみたいな言動は逆に少し強引になりすぎることによってあなたのお話を聞いてもらえない、周囲との摩擦を生んで結局は目的が達成できないということもあるので気をつけましょうということです。で、相変わらずもう今年の特徴である冥王星、天王星、海王星のミニ三角形があります。先ほども言いましたが、で毎回のように今ずっとあるんですが、新月ごとにどのハウスでこのミニ三角形ができているかが違うわけですね。で、今回は11ハウスを起点に、この三角形、これミニ三角形非常にいい三角形なんですが、11ハウスを起点に9ハウス、それから12ハウスをつなぐミニ三角形だから、9ハウス、11ハウス、12ハウスが大事ですせということなんですが、11ハウスは同志と協力していく場所です。そして9ハウスは学校を超えた学びをする場所です。そして12ハウスは見えないエネルギー、魂のジャーニーの場所です。この3つを大切にすると宇宙からのサポートが入りますぜということになるわけですね。つまり新しい時代への変容期により満ち足りた人生を送るために見えないエネルギーとか波動の調整、そういった潜在意識の心の声、そのを聞くことの大切さに気づき、その方法を学びながら、それを同志と共に学びながら、一人一人のユニークさや個性を発揮して自分の得意な角度で協力し合うことで世界はより平和になる。誰も取りこぼしなくそこに所属している人がみんな豊かになる。ね、この地球に所属しているみんながと捉えていいと思うんですが、そういう未来への一歩となる、牡牛座の新月というふうに言えるのではないかと思います。で、水星は、それから水星と月もですね、実はこの新月を取った後に早朝新月になるわけですが、もうさっさとこの日中に双子座に移動していくっていうのも大きな特徴ですね。だから牡牛座っていうとちょっと重い持ち物の、イメージがあるんですが、そのこだわりをさっともう新月で捨てて身軽になって一番軽い星座が双子座ですから、なのでいい意味でですよ、双子座の皆さん、その一番軽い双子座にさっと身軽になって荷物なくして移っていくというイメージです。ですから例年の牡牛座よりもかなり、軽やかな新月、もうまさにこの持ち物マカバ1個、これがいつも私が言ってる魂の大きさと形がこの本当に大きさと形なので、このもう魂1個でこれだけで移動しちゃうよみたいな感じでしょうかね。
で、そういう意識を持って軽やかになる、精神的な成長を求める新月の祈りをしてみてください。そして宇宙から私がいつも毎日本当にこのセプタグラムのカードでたくさんのメッセージをいただいてきたメッセージで私の人生は本当に幸せになりました。もう大好きな、もうここから来るメッセージで救われた人生ですので、皆さんにも今日も一つメッセージをお届けします。1枚引きで、サジタリアス。いて座のカードが出ましたね。ここには先生術のカード、新世紀学のカード、数秘術のカード、いろんなカードが入った65枚のカードなんですが、このいて座のカードの意味は文字通りのいて座という意味もあるんですけれども、まさに学校を超えた学びです。学校では教えてくれなかった見えない世界や見えないエネルギーの高め方とか、努力の仕方じゃなくて、数学の問題の解き方じゃなくて、波動の上げ方とかですね、あなたのオーラの色は何色みたいな、こういう学びの方ですね。これが幸せになるキーワードかもしれません。もちろんガイアハウスはいて座の学校としての触れ込みで、皆さんにお届けしているので、私いて座でも何でもないんですけど、先生術用語でいて座の学校という言葉があって、学校で教えてくれなかったことばかりを教える学校という意味ですので、もちろん皆さんウェルカムでもありますし、もう一つこのいて座のカードが今回出た意味は、この後いて座の満月です。そしてそれが上作の満月です。ですからこの新月から次の上作の満月へのエネルギーが高まっていくということで、上作の満月は完全に宇宙と今年交信ができる。その時までに皆さんが身軽で綺麗になっておく。宇宙は純粋な綺麗ないらないものを持ってない人としかつながろうとしませんので、まだここから14日あるから、その手放しをここからしていかれればいいのではないかと思います。ということで、上作の満月の動画ももうすでに上がっているので、マナの方はそちらも合わせてご覧ください。そして最後まで見ていただいた皆さんありがとうございました。私はオーストラリア・シドニーでね、クリスタルショップを経営しながら、スピリアルアカデミーガイアハウスオーストラリアを経営しておりますが、YouTube をたくさんの方で見ていただくようになってから、たくさん日本の方とつながれるようになって、本当に嬉しいんでございます。なので、何かコメントとか大歓迎ですし、こんな動画上げてほしいとか、今日の動画を見ての感想とかですね、書いていただくと必ずコミュニケーションさせていただきたいと思っておりますので、お待ちしております。あと、ノートね、記事、毎日書いてます。星読みの記事。ちょっと文章で読みたい方は、先生術好きな方はそちらもご覧いただきたい。そして、インスタグラムの方もアカウントを持っていて、そこでインスタライブなどで結構皆さんと積極的に交流も取っておりますので、ぜひそちらも登録して何か上げてほしいインスタライブのネタとかも送っていただくと嬉しいです。ということで、以上です。素敵な新月をお迎えください。